どうも、大間がときフィルムのヒロと。どうもと T です。どうも。どうも。どうも。はい、今回なんですけれども、我々3人でですね、とんでもない廃旅館に行きます。はい。旅です。もうちょっと旅。旅だね。うん。旅ですよ、本当。片道どう3時間ぐらいちょっとかかっちゃうんですけれども、かかりますね。これもたくさん DM いただいてるんですよ。どうにか行ってくれと。そういった DM は他の場所でもたくさん来るわけですけれども、やっぱりですね、通常インターネットで調べた曰くがありますね。で、それと、やっぱりその DM をくれた人たちしか知らなかったり、あとは地元の人しか知らないっていう噂、曰くたくさんあるんですね。で、その中でも今回ね、僕らがこれから行く廃旅館の心霊スポットっていうのは、曰くがね、まあまあ面白いんですよ。どんな曰くかというと、当然旅館なんで大きいね心霊スポットなんですね。とはいえ杉屋ほど大きくないです。半分ぐらいかな。なんだけど客室がね、多分20ぐらい、20、30ぐらいあるのかな。こうだね。そう落書きゼロ。やっぱりね、僕らね、皆さんもご存知かと思いますけれども、僕らの経験則で言っても落書きない場所やばいんですよ。そうだね。なんでかは分からないけど、やっぱりそういった落書きがない場所って不届き者が行ってない場所ってことじゃん。やっぱ避けられてるのか、そういう何かあるんですよね。その点でもよくって、あとはね、その旅館って結構落書きがないぐらいだから、今の状況もそんなにねぐちゃぐちゃっていうわけじゃないんですよ。ある程度残ってる。だからそれこそ障子も綺麗にまだ残ってたり荒らされてないんですね。もう出入りしてないってこと？そう、本当に知る人ぞ知る廃旅館なわけですけれども、その中にはですね、一つ一つの和室の中にいまだにちゃぶ台があって、で布団があって、黒電話があって、テレビがあるんだけど、全部屋にほぼその状態で残ってるらしいな。で、今回ねいただいた DM によると、こんな噂がその廃旅館にはあるんですね。とある一部屋が危険だってこと言われてるんですよ。そこでね、もう非常に興味深い怪奇現象が起きるってこと言われてるんですけれども、どんな部屋かというと、全部屋におそらくもう今まだテレビとかも残ってるんだけど、なんかね、ひときわ古いテレビがあるらしくて、もうなんか50年前とかつまみのやつだよね。ひときわ古いテレビが不自然にあるということを言う。で、そのテレビの前に座ってると、当然電気なんか通ってるわけないんだけど、テレビがつくんだって。まずちょっと都市伝説めいって話ではあるんだけど、で砂出しがザーって映って、そこにこうテレビ番組みたいなのが映るらしいんだけど、そこでね、自分の死ぬ時間と死ぬ理由、何で死んだか、死因が映し出されるっていう。もう本当に学校の怪談レベルの話ではあるんだけど、でもたまにそういう話ってあるじゃん。例えば呪いの井戸を覗き込んだら自分の死に顔が映りますあるね。とかね、合わせ鏡とかね。そういった類なんですよ。僕たち3人で行ってそのテレビを見つけて、僕たち3人の死因とかその死ぬ時刻を知ろうという、教えてもらおうと。未来をね、憂いなしって言うもんね。そう知ってればね。どういうこと？違う。自分の死因を知ってれば防げる可能性もあるわけじゃん。でもやばいよね。だからさ、それで本当に映ってさ、なんか2025年のとか言われたらさ、いや怖い。直近じゃんっていうね。直近で来ちゃうよね。避けようがないわけですからね。そういうこと。だからリングと一緒だよ。だからもう本当にいろいろあがいた結果、いや変えられませんっていう。そうなっちゃうのか。マジか。だけどね、本当にそんな噂が実在するのか、我々3人フルメンバーで廃旅館突入したいと思います。では行きましょう。行きましょう。はい、ただいまですね、現場到着いたしました。相当広い旅館なんですね、ここは。一応ね、いただいたその、地図あるものの、もうちょっとよくわからない作りになってるみたいで、地図もね、いつの時代の地図なのかっていうのが不明なんですよ。その後も増改築繰り返されているので、地図にはない部屋っていうのもたくさんあるみたいなんでね、あんまり信憑性はないというか、説得力はないといったものになります。空気まがまがしいですけれども、とは言ってもね、2階建てなんで、それはまだ
良かったかなっていう部分ですね。問題の場所を探しつつやっていきましょう。はい。じゃあ、向かうか。はい。長い廊下がもうすでに怖いよね。そう。でもこっから部屋なんだよね。ここは紅白。なんか相当古い名前の付け方っていうかさ、部屋版とかもね。で、ほら、見て。こういった格好で、テレビが残ってるんだよね。それぞれの部屋に。とはいえ、他は和室以上でも以下でもないって感じなんだけど。確かに。ただこれは、新しいよね、まだ。そうだね。もっと古いものだということなんで、これをちょっとね、一部屋ずつ確認していった方がいいんじゃないかなというふうに思うわけですね。はい。今ね、突き当たりからスタートしたんで、ちょっと順番に見ていってみようか。はい。広いな。広いよね。でもそこまでの痛みはないんだよね。確かにね。畳とかもね、そんなに傷んでる感じは。でね、落書きが全くない。確かに。ね。はい。だし、障子もまだ綺麗なまま。廃墟になってからの年月を考えても、相当、なんというか、綺麗な状態で保たれているってことだよね。ただ、やっぱ曰くのね、報告は多いし、先ほどもね、説明したような、なんというかもう怪談話のような、ホラー映画のような曰くがこの廃墟にはあるということですよね。はい。こういう段差、こういう段差もなぜあるかというと、増改築の結果だよね。はい。天井の高さも違うんだよね。あ、そうだね。そう。だからもう本当にぐしゃぐしゃです。はい。松原されてないもんね。そうね。今まで行った旅館の中では本当比較的綺麗な状態。もうこれも新しいよね。いただいた地図がちょっと当てにならないということなので、部屋を探すというよりかは古いテレビを探すということで、そういうことだね。そんなテレビあんのかね。この部屋ちょっと広いね。テレビないわ。なんかめっちゃ狭いね。こっちの廊下の右側は多分狭くて、左側広い。そんなことないか。いや、でもよかったよ、さっきのとこも。でもね、多分、旅館の廃墟でありがちなんだけどさ、やっぱ傾斜地に作られてるから、その傾斜地に、こう、応じた作りになっちゃってて、もう、廊下もガタガタで、全部違う大きさ。みたいなことでもあり得る。鏡も綺麗だもんね、これまだ。多分この部屋ではないよね。この鍵、これ相当本当だね。やば。だから歴史はかなりあってさ。ちょっと嫌な気配感じるな。すごいなこれ。ちょっと気をつけて。これわかる？斜めってね。すごいこれ陥没しちゃってますね。大丈夫かな？こっちの部屋すごい。うわすごい。これ危ないな。これやばいわ。落ちちゃってるわ。下の部屋まで落ちちゃってる。ここが問題の部屋だったらもういけないね。テレビどうこうの話ではないと。あったとしても落ちちゃってるよね、下にね。大丈夫かな？でも、テレビはあるけど、綺麗なテレビだね。これ3人乗って大丈夫か？感覚開けよう。これは動物の仕業なのかな？布団の綿かな。綿がね。ここらで動物が出ると言ったらなんだ？結構山の方だからあり得る動物ってなんだろう？イノシシとか。イノシシ。そんなところまで？猿とか。
野生の猿。猿か。これすごい。これは動物だよね、おそらく。逆に人がやってたらこれ気持ち悪い。気持ち悪すぎるよね。意味わからないやつ。このテレビ後ろ向けられてるのはなんか理由があるのかな。あ、確かに。結構な率でね。そう。いくつかね、後ろ向きになってんのよ。けどまあ、古くはないのよ。これって、なんか。こんなんする動物ってなんかいるかな。でもなんか引っかいた。引っかいてあるね。あるね。でもこの高さの引っかくって結構でかい。結構でかい。熊とかじゃない。やば。まあ少なくとも中型犬よりも大きめの動物だよね。まあほんと猿かな、じゃあ。まあ、あながちあるかもしれない。そっち大丈夫か。古いよ。古いテレビだよ。マジけどここは客室じゃないっぽいな。狭い。なんか従業員用っぽい。大きな鏡。なんかこういうの噂ありそうだよね、でもね。でやっぱりまたここからね違うんだよね、作りが。とりあえずこのフロアをちょっと回ろうか。またここから改築されてる増築部分だね。あ、でももうなんだこれもう。あれ声が聞こえた。ふわーんみたいな。声が聞こえた。どんな？ふわーんみたいな。不安。女の人ってこと？後ろから聞こえた。T さん、旅館感じる系？確かにそうだね。なんか響き渡ったよ。響き渡ったよ。本当に？そう。T さんそっちか。あ、T さんそっち？足音して。待って。響いてはない。足音して。T さんそっち側？こっち。俺普通にあっちだったよ。マジ。確かに聞こえた。でも待って、俺奥の方から聞こえたけど。こっちなんか部屋広い。広いね。確かに。まあでも新しいね。新しいし綺麗だな、比較的。どうした？いや。布団。全然今のところはそんなやばそうなテレビないけどね。まあ新しいもんね、全部ね。黄金はこちら。どういうことだ。まあ何の変哲もない普通の部屋だね。そうだね。ちょっと待って、今仕事したな。やっぱ3人で歩いてると分かんないんだよね。後ろの方からすんのやめてほしい。そう。やっぱりあれだね。この地図の通りさ、すんごい長細いんだよね。そうだね。この廃墟。だって何個階段あんのっていう。ずーっと続いてるわけですが、このテレビちょっと古いよ。確かに。これ古いよね。今までと比べると。まあちょっと一応覚えとこうか。これの可能性もあるから。これさ、一回忘れちゃうともうどこの部屋か全く分かんなくなっちゃうから。なんだろう、ここは。紅白1番。1番ね。ちょっと覚えとこう。紅白1番。登るんだ。
本当に誰も、ここはあれだね、足を踏み入れてる形跡がないね。全然荒らされてない、全然荒らされてない、うん。全部に不思議なぐらいにテレビと黒電話だけが残されていると。でもなんかさ、うん、やっぱり古い旅館って感じだよね。なんかそんな贅沢な内装でもないからさ、うん、まあ、100年ぐらい経ってんじゃないかな。あ、これ行き止まりだわ。じゃあこれが最後。最後。新しいね。どうなんだろうね、もう。新しいとはいえ、ブラウン管の時点で古いっていう。まあ、確かに。でもそれだったらもう、目星がつかないよね。うん。もうどれかわからない。黄金。新しい。黄金2番。ちょっと待って、びっくりした。ちょっとドキッとした今。うわ、これめっちゃ古いっしょ。ダイヤル式だもんね。こんなテレビ久々に見たんじゃん。これか。これじゃないですか。一番古いね、今までで。これは相当だぞ。相当だよね。錦どっかに書いてないかな。あ、これここ書いてあるね。77年製だ。77年。これ回してチャンネル合わせるってやつでしょ、確か。多分こうカカカカって。そう77年っつったら33、50、48年、50年だ。それ古いわ。半世紀前のテレビか。これがまあ間違いなく電気が通ってるわけないもんね。壊れてるな。じゃあここが有力の部屋。したよね。大丈夫か。黄金一番。一番か。あれさっきなんだっけ、紅白一番か。まあ確かに付け当たりだからここありえる。確かに。あ、でしかももうこれだけなんだ。ここは。うわ、やだね。こっちの下に行ってないんだな、まだ。そうだね。ちょっともう僕迷ってるからね。これ下で繋がってないんだね。でもね、繋がってない。繋がってないってことだよね。さっきのが。そう。かっこええな。雰囲気は抜群だね。このまっすぐストレートもマジで怖い。この廊下やばいよ。あ、ここはエントランスっぽいな。はい。すごいな。剥製ね。剥製だね。もう隣は川、山奥の廃墟。このテレビってことはないわな。ね。これは新しいし綺麗だもんね。鳥も飼ってたの。あ、本当だ。ね。すげえいっぱいあるね。うわ。ここもテレビあって後ろ向きになってるけど、まあ新しいよね。さっきのに比べたらね。そう。まあさっきの比べたら全然。あ、なんかすごいぞ。
外だ、外。すげえ。離れみたいな。うん。どうなってんの？さっきのさ、うん部屋にでもこれ繋がってないんだよね。繋がってないってこと？上に行ったのか下に行ったのかよくわからんけど。ここが最下層ってこと？最下層じゃない？ってことだよね。うん。なんか、ちっちゃいお風呂。ちっちゃいお風呂なんだ。うん。あ、大広間かな。古いよ。古いね。これも古いっしょ。いや、古いね。さっきと同じタイプだもんね。そうだよね。色違いだね。うん色も一緒だ。82年生だって。ちょっと新しい。新しいのか。まあでも、候補の一つだね。じゃあ、紅白一番はもういいか。うんうん。このタイプを探せばってことか。離れないい部屋ってことなのかな。金多分そうだと思う。うわ、部屋書いてないな。部屋の名前書いてないね。まあでもちょっと覚えておこう。離れ。はい。これはここで行き止まりなのかな？なんか広がってそうな感じはするけど。ああ、布団だわ。ああ、はい、ここまでだ。じゃあほんとここしか部屋がないんだ。そう、もう本当に離れの特別な部屋だね。いいや、これもどん詰まりだね、全部。やいや、逃げ場ない。マジで。ここ怖えぞ。ちょっと気味悪いな。ん。特別だよね。最下層ってのもちょっと嫌だ。そう。本当に。じゃあ最後は、この1階のこっちだね。あ、そうだね。いやーやっぱ古い分雰囲気すごいね。すごいね。もう、廊下の先が見えないもん。あ、これ温泉か。もう行くだけ行ってみようか。だいぶ、やばいんじゃない？ちょっと危ないかもな。ああ、まあ、普通の、はい。特には、ちょっとこれ危ないからやめとこう。まあでも特には別に、普通だね。あ、ここか。上で、はい。上が崩壊してたところ。ここに繋がってんだ。あそこにあったとしたら。どうした？いや、物音がしたかなと思って。ここは大広間。全部繋がってんの？全部繋がってる。小宴会場みたいな。特に異常はない。全部手書きだ。会社が。さっきの黄金も手書きだと思う。まだ下があんだ。わあ、くしゃくしゃになってんね。うわあ、すごいね。ぐちゃぐちゃ。ああ、でも、びっくりした。びっくりした。声聞こえんかった。いや、聞こえなかった。これも。物音かな。すげえ話しかけられたな。ああ、ゾクッとした。はいはい。まあ、どこも本当に似たような作りではあるが、ここは従業員用の部屋だな。はいはい。テレビは後ろ向き。趣味の部屋っていう感じなのかな。休憩所かな。これさ、でも、なんで温泉あんのにこのちっちゃいお風呂いっぱいあるんだろなんだろうね。う。なんでなんだろまあ、客室風呂
ってことだよね、当時。当時の。はいはい。テレビない。あ、テレビないんだ。布団いっぱい。このシミなんだろう。上からじゃないもんね。あ、そうだね。全然上、来てない。うん。うんうんうん。包丁が隠されて、なんだこれ。誰か住んでたのか。うわもうこんなんめっちゃ嫌なんだけど。いや、本当に。でもなんでここに包丁置いてた嫌だね、ちょっと、ここにあんの。うん。なんで万が一のことを考えると、ここに包丁あんの嫌だね。嫌だよ。ちょっと隠しとくわ。嫌だよ、マジで。逃げ場なくなるから。あ、聞こえてる。聞こえてる。してるね。ちょっとここに隠しとくね。そう。見つけれない場所。うん。なんて言うんだそれ。単調？なんて読むんだろうね。なんかあるんだろうけど。わかんないね。さっき出た。わこんなに？なんていう名前？この、なんて読むの？単調。単調1番。単調1番と、黄金1番と、1目と、あと離れ。はい。ではね、今、ぐるっと一周回って、見て回ったわけですけれども、ご覧の通りですね、この方のテレビが一番古くて、ただ、今一周全部部屋回った中で、同じこの一番古い方が3部屋あった。まずこの部屋だよね。単調っていうのかな。はい。地図で言うと、これ右端の部屋なのかな、今。そうだね。そうだよね。右端の。79年。ああ、古いね。古いよね。黄金が76だっけな。77か。なんか。多分それが一番古い。そうだ。で、黄金は一番左端、2階の。それが最も古いか。そう。で、もう一個が、さらに離れの、もう、離れ小島みたいな、一回外を渡っていくみたいな、たった一部屋だけある、名前もついてなかった部屋。あそこに1台。でね、まあ、その3つのどれかだろうということなんですよ。ただね、1台ずつ、僕ら3人で検証をするわけにはいかないので、怪しいとされるテレビが3台。で、僕たちは3人。ね。そういうこと。まあそういうことだよね。そういうことになる。なるほど。まあそれぞれ分かれて、じゃあ検証しようじゃありませんかと。いうことですね。その3部屋みんな離れてる。めっちゃ嫌なのよ。本当だよ。じゃあ、じゃんけんで勝った人から決めていこうか。どの部屋がいいか。マジ？最初はグー、じゃんけんポン。あいこでしょ。最初はグー、じゃんけんポン。あいこでしょ。わよし。ここだね。うわーマジかよ。ここでね、ここ一番離れてるからね。そうだよ。どこ？じゃあ、離れかな。マジやった。あ、まだ黄金が一番古いのか。そう。離れが一番古いよね。どっちもどっちじゃん。その2つどっちもどっちだよね。ではね、トモさんがここ。はい。で、これで離れてね、それぞれ検証をしましょう。はい。では、はい。それぞれのね、持ち場へ移動して検証を始めましょうか。そうですね。俺、ここなんで。ここだね。よかったよ。違いないね。いや、怖えよ、今から。いや、マジでやべえね。やばいよ。もう今から一人かって感じで。じゃあちょっと、T さん行こうか。途中までは一緒だからね。なんかあったらマジで連絡してください。もちろん。で、着いた時点で、LINE しようか。あ、わかった。はい。OK。マジ気をつけて。じゃあ、電話するから確実に電話出てください。ね。うわ、でもまだ2人だから心強いわ。途中までは。昭和8番。すごい名前だな。ちょっともう、生き方わかんないんだけど、多分僕上なんだよね。ヒロ君も2階じゃんだっけ？僕上。あ、マジか。
T さんが多分ずっとまっすぐ行って上行って下行くみたいな感じだよね。上行って下行く。そうそうそう。突き当たりまで行って下降りないとたどり着けない。怖いね。マジでこの本当廊下がすごいストレートで長いからさ、奥に誰かいそう。本当だよ。で T さんはこれまっすぐ行けば着くわ。あ、本当に。僕はこの上。じゃあまた後で。怖っ。怖い、一人怖い。ね。うわ、怖い。うわ、この先だ。この先ですね。うわ、じゃあまた後で。怖っ。ね。あ、多分こっちだよな。T さんが下にいるんでね、まだいいけど。やっぱ黄金こちらだから、こっちなんだよね。うわ、怖えな、これも。そうか、こんな行かなきゃいけないのか。うわ、これ、僕のやつ一番怖いかも。多分 T さんこの辺の下だもんね。僕さらに奥だ。うわ、怖い、後ろ怖い。足音聞こえる。ここだ。うわ、怖いな。テンション上がってくるわ。これの一番ここだね。違う。あ、下だ。下じゃねえかよ。時間かかるな。うわー、ここだ。ここだよ。着きました。これだ。うわー、これ77年生か。到着したんで、じゃあ LINE グループの方にまずは到着した旨の連絡を入れます。あ、でもここ黒電話ないね。今まで、黒電話、あれ、何なんですかね。内線の代わりに使ってたのかどうか知らんすけど、ここ黒電話ないな。はいはい。着いたんだ。OK。はい、ヒロ君も。今 LINE が来て、ヒロ君が着いたようですね。ちょっと、電話来ると思うんで。ちょっと待ってみましょうか。押して切る、引いて受信。これで電源ついたと。まあ、本来はね、ここにある通り100円入れなきゃいけないわけですけど。ちょっと待って、すげえ耳鳴りする。まさに黒電話のベルのようなね、今耳鳴りがしたっすね。ビリリリリっていう。まあほんとね、でもこれ、なんというか、旗から見たらというか、ここ来るまではね、当然、まあちょっと子供じみた、まあ怪談話だなというふうに当然ね、思っていたわけですけれども、実際ね、来てみて、で、僕らの3人のうちのどれかの部屋なわけじゃないですか。まあ、もしこれだったらどうしようっていう嫌な感覚がありますよね、やっぱり。例えとして適切かどうかわかんないですけど、死刑執行でね、目の前にボタンが3つあって、3人の看守が3人同時にボタンを押すと。そうするとそのボタンの3つのうちの1つだけ公衆台の底がね、パカって開くスイッチになってる。繋がってるっていうね。誰が繋がってるかわからんみたいな。なんかそういう感じだよね。ちょっとね、気味が悪いのがね、これ一応繋がってはいるんですよ。まあ電気なんかね、当然来てないに決まってるので、あれなんですけど。まあ、これもね、全部繋がってるんですよね。二人の様子を伺ってみましょうか。よし。ちょっと一回電話してみようか。もしもし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 。どうですか？まず僕の方は、
まあ、特に何もないんですけど、耳鳴りが、すごく強くなって、で、それがなんかね、黒電話みたいな音の耳鳴りが一瞬して、で、それが驚いたっていうのと、まあ、あとは、まあ、物音はしましたね。ともさん、どうですか？特になんもなかったから、ちょっと扉閉めてみたのよ。扉閉めてちょっとしてから、こう廊下をね、トン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 と歩いてくるような音が聞こえた。二人のどっちか帰ってきたのかなと思ったんだけど、で、扉開けても誰もいなかったから、あの足音何だったんだろうなと思って。まあ、こっちはそんな感じかな。トモさんと大体一緒で、なんかね、すり足みたいな足音というか、部屋の外から聞こえてきたので、ちょっと様子見に行ったりしたんだけど、誰もいない感じだね。誰の、なんか誰の声が、なんかずっと、なんか聞こえてるよね。ちょっと待って。まあ確かになんか聞こえてたね。俺ら以外の声だったような気がするけど。誰のどこからこれ？どっかの部屋から声が聞こえるぞ。待って。それ怖いんだけど、めちゃめちゃ怖いんだけど。ともさんと T さんのどっちかから声聞こえるよ。いや、ヒロ君じゃない。待って、違うじゃん。ヒロ君のね、そう、ヒロ君の可能性もあるよ。二人が喋ってる時だよ。ちょっと、これさ、誰か喋るとこうやってさ、アイコンが光るのよ。枠がね。ともさんの輪っかが光ってたよ。今、なんか喋ってた？いや、喋ってないよ、俺。いや、もうじゃあ絶対そうだ。待って。嘘でしょ？そこ今誰かいるよ。マジか、一番安全かと思ったけど。しかもさ、ここめっちゃ狭いじゃん。一旦じゃあ、僕と P さん車戻るからさ。いや。ともさんそこで検証してもらおうか。待って。一旦合流しません？ちょっと T さんと合流しよう。びっくりした。ともさんだったね。合流する。一旦行くか。めんどくさいけど。とりあえず、まあ、ともさんのとこだよね、絶対。あれは間違いない。ともさんのとこどこだっけ？上に登るんだっけ？いや、多分あっちまっすぐ行ったらだよね。ちょっと一回ライト下ろして。あれ、ともさんか。あそこでやってんだ。どうする？このまま一旦車戻っちゃう。そう。あの部屋だもんね、絶対。ずっと聞こえてたもんね。二人来たのか。ちょっと。どうした？大丈夫か？どうしたの？なんか騒いでる。何を大騒ぎしてる一人で。やば、汚れやば。どうした？待って。人いた。どこに？あっち側の部屋の角。普通の人が？人。待って。はっきり見えたもん。今いないよね。一瞬いたってこと？一瞬いたよ。ここに？待って。出口とかないよね。いや、ない。もうちょい左かな。で？そう。そんな感じで見えたよ。本当？いや、本当に。本当だって。じゃなきゃさ、あんなバコーンってね、すごい大騒ぎしてるね。バタバタって。めっちゃずっとんだよ。マジ？おったよ。じゃあもう絶対ここやん。やっぱここなのか。だって声もここからしてたんでしょ。いや、ここだと思う。多分。二人来たのか。ちょっと。ともさんが当たりを引いた。この部屋でね。そうだね。
そもそもトモさんの電話だけ電波もめっちゃ悪かったし、で、それだけじゃなくて、最初から僕思ってたのよ。トモさん喋ってない、僕や T さんが喋ってる時も、トモさんの輪っかだけが、パパパパパパってなってたんだよね。で、ずーっと多分同じタイミングで声が入ってて、一回静かにしたタイミングで、もう確定でトモさん喋ってないのに光ってたよ。ここで誰かが喋ってたんだから、トモさん以外が。いるってことじゃん。だって、で、見たんでしょ？見た。完全に。絶対ここだね。ここがやばい場所。じゃあね、もうここに当たりをつけて、じゃあ検証を追加でやっていこうと思います。はい。ちょっとやりたいことがあって、ここにさ、テレビ電話のスマホをもう置いたまま、一回さ、僕ら全員車に戻っちゃおうと思ってて、そうすればモニタリングができるんじゃないかと。確かに。例えばこれだとしたら、もうここにこういう感じでさ、置いちゃってさ、確かにこれは、こうやって。まさしく俺が見たアングルだよ。あそこでしょ？そう。この画角で繋げて、で、それを車でね、見るっていう。確かにやったことないね。そう。やったことないよ。じゃあちょっとやってみようか。わー、すごい。これ一回切れてさ。あれ切れたっつってね。向こう、こっち側からかかってきたら怖いよね。確かに。すげえ怖い。いくよ。これで一旦ライトだけ1個置いといて、じゃあ一旦これで、はい。車乗ろうか。そうだね。これ楽しみだ。こういう状態ですね。じゃあ一回戻ります。今ね、車の方に戻ってまいりました。ただいまの状態こんな感じです。これやばいね。画角やばいね。リアルタイムで回り続けてる。そう。確かにね。これ何か起きるでしょうか。ちょっとしばらくモニタリングしようと思います。はい。まあ無音だよね。まあね。聞こえてきたら逆にそうだね。やばいやん。でもなんかシャーってなんか雑音は聞こえるやっぱり。はい。めっちゃ普通に声聞こえる。した聞こえたよね。マジか。待って。マジか。待って。マジなんだけど。うわ。何？本当に。こんなことある？ちょっと。取り行くか。行きます。取り行かんとやばいよね。まあ。でも、こんなん見た後行くの一番怖いやん。今いるよ。シャレならん。ほんとシャレならん。こんな反応すると思わなかったね。マジだからね。やばいね。置いて帰るか。いや、じゃあ15万円ちょうだい。これ取りいけるか。これはちょっとトモさん。またトモさんがね。いや、待ってよ。トモさんの部屋。まあトモさんだよね。いや、でもさ。最初はグー、じゃんけんポン。あ？これはちょっとやばい。これはやばいから。再び行くのはね。まあちょっと行ってくるわ。マジで大丈夫？いや、ほんとやばい。これはえぐいな。これえぐい。よし、とりあえずちょっと行ってくるわ。もうささって行ってくるわ。すげえ。もうめっちゃわかんねえし場所、こっからだとめっちゃ耳鳴りする。わかんないな、生き方が。ちょっと待って、もうとんでもなくなんか気配するぞ。いや怖えな。さっきまでだってあそこいたんでしょ。なんかめっちゃ声聞こえてたやん。
すごいんだけど。あそこだ。もう最悪。見てこれ。トモさんなんかあそこ人いたって言ってたよな。もう絶対いいんだって。絶対いるんですよ。話し声とかもやばかったし。誰かいますか？誰もいない？聞こえてる？聞こえる。聞こえてます？あ、聞こえてる？はい、今到着しました。いや、なんかね、ヒロ君が向かってる時にも、うん。こう、さっき聞いたすり足みたいな音聞こえてたんですよ。もうめっちゃ怖いんだって。ほんとこれやばいな。どうですか今のとこそっち。もう気配やっぱ凄まじい。さっきの日ではない。もう完全に空気変わってる感じか。そう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 。話し声がずっと聞こえてたってことは、切れたんだけど。ちょっともう最悪。なんで切れた今。いや、全然充電あるもんね。電話切れてるわ。長い時間つけっぱなしにすると切れちゃうのかな、勝手に。ちょっとだけ、あとちょっとだけじゃあ、ここでしばらく待機して帰りたいと思います。ここめっちゃさっき話し声してたもんな。残念ながらというか、テレビの曰くなんてもうとっくに忘れてたんですけど、テレビも異変ないっすね。まあ、でもちょっとあれかな。結果としては、なんだっけ、ちょっと言葉出てこない。テレビ電話してる時の完全な声がピークかな。よし、ちょっともう、戻ろうか。やべえ、リュック持ってくればよかった。荷物がめっちゃ多いわ。持てねえ。怖えし、忘れ物時は絶対ないようにしないとまた来なきゃいけないことになるんで。荷物が多すぎるよ。帰ろう。びっくりした。人おるかと思った。ちょっと待って、誰か来てない？来てない？やめて、もう誰も来ないで。お邪魔しました。もう帰ります。もうちょっと電池切れるわ。切ります。